今日は長崎産黒むつをおろしていきます。まずは鱗を取ります。むつ系は鱗が取りやすい。じゃあ身も柔らかいんですか？身もすごい柔らかい。なんか鱗取りやすいのって身柔らかいイメージありますね。ああ、そうかもね。そうかもね。確かに。じゃあ次に、おろしていきますね。まずお腹をお尻の穴から包丁を入れて逆さ包丁でお腹割っていきます。そしたら次にエラですね。エラを外します。この付け根の下側についてるのでこんな感じでエラの付け根切ります。今度エラの下側に包丁を入れて外します。そしたらエラを押さえてこう引っ張ると内臓一緒に出てきます。はい、次にお腹の中のものを出します。頭を落とします。ヒレのこっち側から包丁を入れて、そしたらひっくり返してヒレの横から包丁を入れて、頭を落とします。次にお腹の中を開いてここを掃除します。こんな感じです。そしたら3枚おろします。柔らかいんでね、この魚ね、そんな大きくないからちょ入れて、反対側も同じように。そしたら次にこのあばら骨のところを落としていきます。こっちも同じように。そしたら今日は焼き霜作りにします。はい。じゃあまず切り身を皿にのっけて、で軽く塩を振ります。次にバーナーですね。この目安なんだけど、この穴で揚げるとこう反ってくるでしょ。でこう反ってきたら反りがね止まるのよ。止まって今度戻り出すタイミングがあるので、はい、戻ってきた。本当ですね。そしたらもうこのくらいで OK です。次にこの氷水に入れてください。反対側も同じようにしてきます。完全にクーッとこう縮まって目いっぱいまで縮まる状態までやらないと食べた時に皮が硬くて噛み切れなかったり口に残ることがあるんで、かといって今度やりすぎちゃうと刺身にした時に皮が取れちゃう、ボロボロになっちゃう、焼き魚みたいになっちゃうんで、クーッとなってヒュッとちょっと戻った状態のところで止めたのがベストです。そうなんですね。下の骨もいつもいいんだよ。そしたらお刺身にします。この状態でまずこの中の骨があるので骨を抜きます。この真ん中あたりにこのポツンポツンポツンって白いところが骨なんですけど、目で見て分かりづらい時は手でこう人差し指とかでこう触ると指が当たるので、その当たった部分ですね、骨があるんで抜いてください。
お刺身します。一回こうスッとこう2ミリぐらいですかね、包丁入れて横にずらして切ります。それをやる意味って何かあるんですか？どうしてもね、身よりやっぱり皮炙ってても硬かったりするんで、舌触りを良くするために。なるほど。完成です。長崎産黒むつの焼き霜作りです。じゃあいただきます。甘くて美味しいですね。身はそんなにコリコリとかっていうタイプの魚じゃないんで、そんなにその歯ごたえはないけれど、やっぱりこう程よい脂があって甘みもあってすごく美味しいですね。これ今日は一回こう皮目を炙って氷水でこう締めてやったんですけど、もっと大きいムツだとやっぱり油も、あと時期になるといい時期になると油ももっと乗るんで、冷えててもこう油感があるんですごく美味しいんだけど、やっぱり今日のやつはサイズもそんな大きくないんでどうしても油の乗りがそんなにいい方ではないから、こういう時は炙ってから氷水に入れないで表面あったかくてもいいんで、そのままカツオのわら焼きみたいな感じ、あんな感じでこう食べた方が美味しいかもしれないですね。冷やしても美味しいし、あったかくても美味しいし、この魚何やっても美味しい魚なんでね。ムツは煮付けとか最高ですかね。何でも使える魚なんで、よかったら、じゃあちょっとよかったらというかぜひ。美味しいですね。この程よいねっとり感というか。そうねっとり感が。これわさび醤油でかぼすとかちょっと絞ったりしても美味しいかも。柑橘系ちょっと爽やか。そうですね。それも美味しいですね。あとこう冷やさないでこの炙った状態で魚がちょっとあったかい場合とかはニンニクスライスとか、ニンニクスライスと醤油と一緒に食べても美味しいかもしれないね。確かに。今日はどうしても何本か並んでる魚から選んだんだけど、買う時にはやっぱりこう丸くこうまん丸く太ったやつを買うともうちょっと脂が乗ってたかもしれないですね。本当美味しい魚でした。皆さんもぜひいろんな方法で試してみてください。ありがとうございました。